はい、どうもお疲れ様です。星並びでございます。はい、前回ね、新しい雑談麻雀シリーズというところでね、配信をさせていただいたんですが、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。9月25日にサンリオとのコラボがあるらしいですね。ぜひちょっと欲しいですね、サンリオのキャラ。はい、ということで本日も始めていきます。ということでね、今回も前回同様、結構ぬるっとしたというかね、あんまり肩肘張らないような内容になってるので、ぜひ麻雀そんなに知らないよっていう方でも見ていただいて、もしちょっとこの動画がきっかけでね、麻雀ちょっとやってみたいななんて思った方がいたら、ぜひ私が別シリーズで上げております麻雀教室の方の動画も見ていただければと思います。よろしくお願いします。流れたくないから先に切ったんですけどね、流れちゃいましたね。さて皆さん、本日の M リーグ見ていただきましたでしょうか。M リーグなんだってなってる方もいると思うんですけど、私が毎週楽しみに見ている麻雀のプロリーグなんですけど、私は渋谷アベマズが推しなんですけど、6戦ぐらい今日時点でやってるんですが、なんと悲しみの4着が2回、3着が3回で2着が1回。悲しいんですよね。ずっとちょっと今日悲しくて、それで今日も白鳥選手っていう方と、あと日向選手っていう方が私の好きなチームから出てきてくれたんですけど、残念ながら4着3着かな、悲しい。強いはずなんですよ絶対。なのに勝ちきれない。ちょっと心が苦しいですね。とか言ってたらなんかぬるっと上がってますね。ラッキーで、今回はめっちゃ手いいっすね。皆さんは平日だったり休日だったりって何して過ごしてらっしゃいます？私はさっき言った M リーグを楽しんで見ているのと、あと最近やってないんですけど、ポケレモンも結構好きで、麻雀をやらない合間の時間、ポケモンだったりとか、ストーリーだったりとか、厳選だったりとかやってますね。皆さん何のポケモンが一番好きですか？というかポケモンやったことあります？私はダイヤモンドが大好きな世代なんですけど、ダイヤモンドからやり始めたんですけど、結構第2世代のポケモンが好きで、リアルだと虫めっちゃ苦手なんですけど、ヘラクロスとハッサムと、全然2世代じゃないんですけどウルガモス、この3匹がめっちゃ好きなんですよね。あと鋼も好きなんでジバコイルとかも結構好きっすね。オメガルビー、アルファサファイアっていう一番ポケモンやってたんですけど、結構そいつらが全員前線で戦えるようなスペックを持っていて、全部のポケモンをちょっと使えるかもしれないみたいなところは楽しみながらポケモンやってましたね。親の方がスタートダッシュ切りまくりかのようにタンヤオハイ泣きまくってますね。もうちょっとこれは檻かもしれない。一旦ヤオチュウハイ、真ん中のハイは切らずに、ちょっと端っこのハイとかちょっと切ってこうかなと思ってます。ていうかなんならもう右の人、私の下ちゃんの方がなんかすごいピンズの本一っぽいので、もし切れるところあったら積極的にピンズを切って親と戦ってほしいなっていうような状況ですね。ピンズの数ピン切れたんで一旦チーピン切ってみましょうか。泣いてくれよ頼むって感じですね。これ泣いてもらって戦ってもらってみたいなのが良かったんですけど、ちょっともうこれ以上アシストもできなそうなんで、もう赤切っておりましょう。でもなんかリャンピン出てきましたね。もしかしてもうテンパイしてるのかな。ちょっと祈りながらね切ってみましょう。悲しいですね。今の手出し見逃したのは完全に私のミスだ。私のミスでした。すいません。ちょっと気合い入れていきましょうか。で、さっきのポケモンの話なんですけど、最近の新しいシリーズスカーレットとバイオレットかやってたんですけど、やっぱりなんか昔ほど集中力続かなくて、前はなんかレート戦とかゴリゴリやってオンラインで戦って、このジャンタウンみたいにね、順位争ってこうみたいな感じでやってたんですけど、
最新作でも同じことやろうと思ったらやっぱりなかなか集中力が前ほど続かなくて、そこでものめり込みが足りてないなみたいなところで若干老いを感じたっていう、また結局老いを感じたエピソードになっちゃったんですけど、まあそんな日もあるよねっていうことですね。逆に最近やってなかったっていうか、これまで触ったことなかったゲームでファイアレッドをやり始めたんですね。もうめちゃくちゃ前のやつで、なんでやり始めたかっていうと、単純に触ったことなくてやってみたいなって思ったのと、あとなんか2000円とか3000円ぐらいで買えそうだったので、これぐらいだったらちょっと手出してみようかなとか思って買ってみたんですけど、私ファイアーレッドリーフグリーンでレッドっていう強いキャラが出てくると思ってたんですよ。でそのレッドっていうの戦ってみたくて、ちょっとファイアーレッドリーフグリーン買ったみたいなとこあったんですけど、実はファイアーレッドリーフグリーンだとレッド戦がなかったことに殿堂入りした後に気づいて、殿堂入りした後に何ができるんだろうっていう風に調べた時に、ライコーとスイ君捕まえるぐらいしかできなかったんですよね。まあ楽しかったけど何のために買ったんだみたいなねとこは正直ありましたね。なのでちょっと次の目標はレッドと戦えるカセットを買いたいですね。確かハートゴールドとソウルシルバーだったかな。このなんか時間がない中でね捻出してゲームやっていくってのを、まあなんか社会人特権というか楽しいとこですよね。というところで皆さんは何をやってるかなってところですね。めっちゃ早いっすね。リーチ飛んできちゃったんで、まあ一旦裾現物なんで裾打ってテンパイっておりましょうか。急走切りながら単野を向かおうみたいな方向も考えていきましょう。危険な真ん中の範囲とか掴んだらね、字とかは基本切っちゃおうかな。地層は通ってるんで切ろう。あら、ウピン出てきちゃいましたね。まあでもさすがにこの手からリーチするのはちょっと私のポリシー的にやってないので、よいしょ。これでウーピンチーしちゃってウッパーマンでノベタンで切り返すみたいな、そういうのもやっていきたいですね。だから左の人には降りてもらってウーピン切ってほしいですね。できれば赤ウーピンとか切っちゃってもいいんだよとか思いつつ、パピンか。まあ一旦北切りましょうか。東は全然切るつもりでいきます。なるほど。ちょっと広がりましたね。パー1は通ってるけど、まあ一旦パー1切ろうか。これでウーソーパーソーでもチーはできるかな。3はちょっときついっすね。一回筋のパーソー打ちましょうか。これでローピンはもしかしたら勝負することになるかもしれないですね。数万とか引いたらもう絶対勝負。けどパーマン振り手になっちゃったんですよね、今ので。どうしようかな。でも3万全然現物だ。何言ってたんだ俺は。失敗しましたね。3万現物なら全然切ればよかった。あれですね、やっぱまだなんか集中しきれてない感がすごい。ローピンじゃあ切らずにウーピンとかチーできるルートを探して3万切ってウーピン切ってもいいよ。テンパイができましたね。テンパイうまくやったらなんか上がれてはないか。まあテンパイできただけ美味しいって感じですかね。めちゃくちゃ均一は見ていきたいようなですね。いや今の恥ずかしいな。全然3万切れましたね。まあちょっと次のこのだんだんね雑談をしながらもちゃんと馬鏡を見ていくっていうのは私今後覚えていかないとなって感じで、右の方がハツボンなんで結構ピンズによってそうですね。あんまり数ピン自分が手整ってない時に切りたくないですね。なんで一旦この辺でちょっとごまかしつつ数ピンは最後に持ってこようかな。できれば自分が均一テンパイした後に切りたい。これでパーソーかチーソーか急走か
持ってこれればテンパイできるんで、数ピンも一応くっつけば単ヤオの方で切り返せするかな。ただここまで来たら鎮一にしたいですよね。ポン、よし、これで数ピン切る価値がありますね。急走短期鎮一、悪くないですね。でしかも字がバラバラっと出た後に数ピン切ってるんで、一瞬あれただの単ヤオかなみたいなことができちゃいそう。チだし9ピンか、なんかあんまり速そうな感じしないけど、ただどうでしょうね。これカンかな、カンか。うわすげえ、めっちゃ乗った。鎮一ドラサイになりましたね。いや今ちょっと悩んだんですよね、そのまま切るかどうか。連想3枚、もともと3枚だった部分は他のソーズ三蔵とかイーソーとか引いたら結構違う街になりそうだったんで、ちょっと取っとく手もあるかなとは思ったんですけど、乗るんだったら話は違うって感じですよね。急走悪くなさそうなんだけどな、誰か持ってるのかな。上がりたい手になりましたね、一気にこの手。もともと上がりたかったんですけど、余計これ24000ですよ、ロンしたら。それこそ右の方とか当たったら一発で持ってけそうな打点してますね。これは上がりたい。右の方と前の方持ってなさそうなんですけどね、急走。ローソ早いし、ここ67でチーしてるんで、結構急走は良さそうで、もちろんペイの方がいいんですけど、やっぱり鎮一か本一かってちょっと変わってきちゃうので、さすがにちょっと鎮一だったら打点が違いすぎるということで急走短期にしております。皆さんの好きなポケモンは何ですか？もしよければコメント欄に書いてください。パーン来い、パーン来い。案の定当たっちゃいましたね。まあでもあんないい手もらって降りる手はないのでしょうがないかな。今回はぺちゃくちゃ喋りながらもミスはなかったような気がしてます。今回の手は弱いっすね。もうあんまりいかない方針で今回は手組んでいこうかなと思ってます。私が行かない時はだいたいこういう端っこの一応ロンされる可能性が自敗よりはあるなんで、こういうのを先に切りつつ自敗のションパイもちょっと切って手の様子は見つつも、こういう安全パイ候補の東とか北とかは取っとくみたいな方針が多いですね。私は一品かな。これもう自敗切っちゃってもよかったんですけど、若干単ヤオになった方が嬉しいかなっていうところがあってこっち切りましたが、左の方がもうドラをポンしてるので基本もういかないかなって感じはしてます。数層とか先に切っちゃいたいですね。6万にくっつけてここ頭としてみたい。まだ悩みましたけどね。もう数層離しちゃうか。もう離そう。よし。あんまり見れてないことがちょっと最近多くなってきちゃったんですけど、こういう時何が出てきたかは見ておきたいですよね。で、今7万が手から出てきたんですよね。結構この7万は関連してるし手が進んできたのかなって感じがしますね。677とか778とかから7切った可能性多そうなんですけど、多分これ単ヤオっぽいので、どっちかっていうと677の単ヤオ確定の方から7万を切ってるような気がするんですよね。なので6万は当たんないかなとは思ってるんですが、リーチや。よかった。当たりはしなかったですけど別の脅威が飛んできましたね。しかも安全牌が少ない。筋のいいそう。ここで一回チーピン、よし切って8万は現物で、あれですね、親の方のリーチ飛んできましたけどヒントなさすぎて分かんないっすね。チーピンは通る。地層かな。でもローソー通った。ローソー切ってちょっとテンパイルートは探っていきたいですね。9-1ぐらいなら勝負して。8万も結構ワンチャンスになってきましたね。壁の
なので泣けるとこは泣きたいけど泣けなそうなら降ります。ドン。おテンパってるか。そうかそうか、結構押してますもんね。でもあんまり目立った押ししてなかったんで、結構スルスルスルっとテンパイした感じかなと思いますね。三蔵とかも筋になった後に切ってて、数ピンは一応してるのか。今のお見事ですね。ちょっと左の方にやられがちなんで、ちょっと頑張って戦っていきたいですね。さっきのポケモンの話なんですけど、皆さん第何世代からやり始めました？私実はゲームボーイアドバンスの時が結構友達多くて、アドバンスを周りがめちゃくちゃ持ってて、やっぱりアドバンスの人気ソフト、例えばポケモンのエメラルドだったりとかルビーサファイア、あと全然ポケモン関係ないですけど虫キングとかもう結構モバイルで流行ってたような時代でしたね。けど私そのアドバンスを持ってなかったんで、基本友達に貸してもらってやってたんですよ。あんまり親がゲームとか許してくれるような環境じゃ最初なかったんで、アドバンスとかちょっと難しかったんですけど、 DS でちょっと学習系のソフトとか出始めたじゃないですか。私がやってたのは柔らか頭塾とか学習系なゲームが出始めて、若干親を説得しやすくなったんですよね。で DS 本体手に入れて、もうそっからはなし崩し的にソフトだけ買って、ポケモンレンジャーから私買ってやり始めたんですよ。当時ポケモンレンジャーとか DS からスタートしたんで、私が一番最初にデビューした作品がさっき言ってたダイヤモンドだったんですけど、やっぱりダイヤモンドっていいよねって思うことが多いですね。ダイヤモンド最初に買ったから結構グラフィックも綺麗だったし音楽も綺麗だったし、今聴いてみるとダイヤモンドの音楽みたいなの幻想的なのが多いし、聴いたらこの街だったなみたいな記憶とかも思い出されて、エモい気持ちになりますよね。わかります？ちょっと同じ世代の方いたらぜひ教えてほしいんですけど、やっぱり当時ガブリアスとかトゲキエスとか強かったなとか思いながらねやってるんですけど、テンパイしちゃったか。リーチはいけないっすね。でも切ろうかな。街が広すぎる。ローソン持ってればね、持ってればめっちゃ強かった。お、積もりました。ラッキー。リーチしとけばよかったですね、結果論は。でもツモピン負担やオドラ1 1300、2600大きいですね。チーマン勇気持ってワンプッシュしてよかったですね。やっぱちょっと今のは街が良すぎて積もれそうだなって思って押したんですけど、どうせ積もれるって思ったらリーチしとけよみたいな話もあるんですけど、ちょっとさすがにフリテンリーチは怖すぎて一回やめちゃいましたね。先行リーチがいた場合だと。なんか泣いてますね。私も泣こう。負けじと。もう何の3局に入ってきたんで何点差かみたいなのを見てみると5100点差ですか。5100点ってなると親なんで1000、2000積もるとまあまあいい感じの条件できそうなんですけど、全然1000、2000見えてこなそうなんでですね、一旦もう白ポンしないと上がれないでしょこれって思ったんで、一旦白はポンしてるんですけど2000点ぐらいしかなさそうですねこの手。リーチや。なのでちょっと受け組みに進行しようって思ってこの自敗2枚持ってたんですが、案の定リーチが飛んできてよかったって感じですね。この2枚があって、結果論このハックもじゃあポンしなければよかったって感じなんですけど、こればっかりはねしょうがないですね。前の方が激強プッシュしてますね。イーソンをまずは切ろうかな。ここで現物になってますね。泣かれてて見えにくいんですけど、パビンぐらいから切っておきましょうか。ここに戦うメリットは今あんまなさそうですね。補充しちゃうと一気に状況変わっちゃうんで、一旦降りてきたいんですが、降りれる範囲がもう完全な安牌はないですね。ロソーぐらいか。今できましたね。あとはまあ初ぐらいはちょっと通してくれって感じですね。ロソを切って初切って、その後にちょっと現物増えたりとかっていうのを祈りましょう。リャンペンも通りましたね。なるほど、ウーピンの筋か。左の人もちょっと苦しそうですね現物。でも数走ってから出てきましたね。ちょっと粘ってたのかなって感じしますね。
2枚来たんでさすがに通りそうですね。数万も通った。これはもう入れそうですね。最近ポケモンゲームもうある程度やってるんですけど、ゲームよりポケモンカードの方がやってて、といっても私カードやるような友達が残念ながらいないので、ほとんどコレクションみたいな感じでやってるんですけど、やっぱ最近のポケモン一時期めちゃくちゃバーンって値段上がって、ちょうどそのちょっと前ぐらいからポケモンカード集め始めてたんですよ、私。なのでちょっと楽しいぐらいの値段でカード集められてたんですけど、いきなりバーンって値段上がって全然カード買えなくなって、これがポケモンカードのバブルみたいなやつかって思いつつ集めてたんですけど、最近またちょっと買えるようになってきましたね。脳天。ウッパーワン全然麻雀のチャンネルですけど、こういう感じで別の話題にも触れていこうかなって思ってますので、ぜひ皆さん見ていただけると私のモチベーションが上がりますので、コメントとかもねよろしくお願いいたします。はい、今のが脳天で流れて5100点差ですね。本当は6000点とか上がって一気に決めちゃいたいんですけど、あんまりそういうのが狙えそうにはなさそうな手ですね。タンヤオが一番近いかなって感じなので、一回上がってつなぐことにもなるかもしれないですね。なのでタンヤオを見て9万から切りましょう。ただ今ローソーかな引いて結構いい形になりましたね。一気通貫とかも狙えそう。一旦両ピンから切りましょうか。3ピンがねドラで取っときたかったんですけど、ここまで手が整ってきちゃうとちょっと難しいですね。数層とイーソーを引きたい、もしくはチーピン、これはいらないと。でもさっさと上がりたい人が9層ポンしてて、本一かもしくは薬杯、薬杯の方がちょっと本戦っぽいかな。でペイもあるかなって思ってたんですけど、ペイじゃなかったってことは白、南か白で、白今通ったか、南っぽいですね。なんとなく南がありそう。どうしよう、これ難しいですね。タンヤを見て急速切っちゃうか、ローピンで保留します。ここはね6677っていう頭の形が2個あってちょっと使いにくそうなんで、数層打たれたらチーしてタンヤ方向、イーソーとか引いたら一気通貫の方向に行きたいですね。でもイーソーも2枚切れちゃってるのか、数層チーしたいですね。そうなっちゃうとこのポンはもうできませんと。順目も深くなってきて、イーソーも2枚切れちゃったんで、夢を追うのはそろそろやめにして現実的にタンヤの方に行きましょう。テンパイしたいな。テンパイしないと流れて終わっちゃうので、数値層泣きたいんですけど、ウーピンとか。ただ左の方は結構想像集めてそうなんで、数値層泣けそうにないですね。ウーピンとか切ってくれないかなっていう感じです。ポンしようかな。ポンしよう。これでテンパイ広げちゃいましょう。テンパイの可能性のあるパイを。ここでねローピンあったらテンパイだったんですけど、ちょっと当時保留しちゃったんでね、悲しい。これでテンパイ取って OK。 これでひとまず連チャンは誰かに上がられなければできそうですね。手があれはチーピン引いた時ぐらいかな。もうリャンピン切っちゃってて3ピン打てないんで、ただ順目がもう7順しかないんで、3ピンのトイトイでロンって言われちゃうと1回で結構持ってかれちゃうと思うので、それであればローピン切っちゃおうかなと思ってますね。今通って安全ですし。これは悩みますね。安全に取るって意味でローピンから切りましょう。ローピン今通ってるんですけど、数ピンは全然ロンって言われる可能性があるので、上がり率はだいぶ減っちゃいますけどね。3万、これは切ります。よし。テンパイ。あれ、なるほど。何バックだったんだけど、結局誰からも泣けなかったよっていうような形ですね。結構良さそうな手ですね。もうすでにピンズの形が結構良さそうで、本一までいけそうですけど、本一まで行く必要なさそうですね。単葉の方向で行きましょう。赤ウワン使いたいですしね。
本一ほど打点があるような状況じゃないので、3番も使いたいはず。よかった。流れる前に切れましたね。結局流れちゃいましたけど、タイヤは見たいんでイーピアもいらないかな。イワンもいらないんですけどね。うわー、スーワン欲しかったとこですね。これでリャンピング来て、一旦パーピン切ってピン6引いていこうか。はい、これでタイヤを目指せそうですね。数万がもうバーッと切れちゃってたんで、 C であれば悲しいですがウーワンは切っちゃいましょう。もう4万がないんでね。で3万だけ残して3万の方引いたら6と振り返るっていう感じでいきましょうか。でも結構左の人が速そうなんで、 G です。前の人ももうチーしちゃいましょう。もうこれは持ってられない。ちょっとロンが怖い。あれですね、麻雀の方がヒートアップしすぎて雑談の方ができてなさそうですね今。これをチーするとテンパイじゃないか。もう集中してちょっと口数が少なくなっちゃってるのやめたいです。終わっちゃった。7万とパーソーのシャンポンでしたね。はい、残念。今回は2着でフィニッシュって感じになりました。本当はもっとポケモンの話広げたかったんですけど、麻雀に集中しキスこそ愛する人を目覚めさせるための正しい方法よ。覚えたかな？はい、ということでですね、本当はもっとポケモンの話広げようって思って今回撮り始めたんですけど、あれですね、広がりきらず麻雀にちょっと集中しちゃっていつの間にか終わっちゃったみたいな感じになったんで、今回ちょっとそれ反省しつつ、次もっと雑談の方に意識が避けるような感じでやっていければと思っております。ぜひ皆さん継続的に応援の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録、いいね、コメントとっても喜びますので、ぜひお待ちしておりますというところで本日は以上でございます。では今週もお疲れ様でした。また来週もお願いします。またね、お疲れ様です。お疲れ。